皆さんこんにちは、わくぼりです。今回は見ながら掘れる動画。今回のモチーフはこちら、栗になります。栗は根付けでよく彫られるモチーフです。僕も今回初めて彫りましたが、形もシンプルなので、初心者の方が形作りを学ぶのにいいモチーフだなと感じました。栗を彫る時の工程はこちらになります。キノコと同じく荒彫りの3にパーツを彫り出すの工程がありません。ただ、キノコと違って荒彫りの1、2で使う型紙は別のものになります。その分、形作りの工程を感じやすいと思いますので、ぜひ見ながら彫ってみてください。解説も今回は荒彫りの1と2を詳しく解説していこうと思います。はい、まずは下絵型紙の紹介です。こちらはダウンロードできるようにコメント欄にリンクを貼っておきますので、必要な方はそちらからダウンロード、印刷などをしていただけたらと思います。使用する木材の紹介をします。今回使ったのはこちらのジェルトン材。サイズは幅が3センチ、奥行き3センチ、高さは15センチある木材を使いました。ジェルトン材じゃなくても彫れますので、ダイソーがお近くにある方はダイソーの切り材が売ってあればそちらで彫ることも可能です。ダイソーが近くにない、ダイソーはあるけど切り材は売っていないという方は、こちら、木材販売もしていますので、そちらのリンクも、下に一緒に貼っておきます。必要な方はそちらから、ご検討ください。はい、それでは彫刻刀の紹介です。今回使った彫刻刀はこちらの5本になります。僕がクリーマで販売している基本セットと同じ彫刻刀になります。こちらは小道具になっていて、彫刻刀ではないですが、彫刻刀で全然大丈夫です。それでは種類を簡単に紹介します。小型の左、幅が 6mm、小型の左、幅が 1cm 2mm、極深丸、幅が 3mm、こちらも極深丸、幅が 6mm、で、平と幅が 1cm 2mmとなっています。それでは彫刻刀以外の道具を紹介します。はい、彫刻刀以外ではこれらの道具を使いました。まずは、黒ペンと赤ペン、それから濃いめの鉛筆、これは 3B ですね。で、小さいノコギリ、木材を切断する時のちょっと大きめのノコギリ、これは、種類を問いません。使いやすいやつで大丈夫です。あとは差し金、これも差し金じゃなくて定規でも大丈夫です。ただ線を引く時にもしかしたら差し金の方が引きやすい面はあるのかなという気もします。では実際に作業に入っていきます。はい、それでは実際に彫っていく前に荒彫り前の下準備をしていきます。まずやるべきことは木材に中心線を引いていきます。中心線、今回は木材の中心に線を引いていきます。この四角形の木材、1、2、3、4、4つの面全部とその上面に十字を引く、そういう作業をやっていきます。中心線と上面の十字を引くことができました。ここまでできたら型紙の絵を写していきます。正面の型紙を写すことができました。この後裏面を写していきますが、裏面を写す前にこの台座の線、栗と台座の線、この台座の線を一周ぐるっと引きます。はい、一周ぐるっと線が引けました。線が引けたら裏面にも絵を写していきます。木材を裏返して型紙もひっくり返して、これで木材に型紙を写すことができました。ここまでできたら荒彫りの1、正面の余分を取るをやっていきます。正面の余分を取るの工程はこちらの3工程になります。ではまず工程の1、入り墨にノコギリを引くをやっていきます。今回のこちらの栗の工程では入り墨はこの箇所、この箇所、片側2箇所あります。で、反対側も3、4、はい、この4箇所が入り墨になります。では入り墨にノコギリを入れていきます。これで4箇所の入り墨にノコギリを引くことができました。絵の外側を斜めに落とすをやっていきます。使うのは平刀か小刀でやっていきます。この線の外側、必要なのは、この絵の中で必要なのはこの栗の部分です。この栗の外側の部分は必要ない部分になります。この必要のない部分をまずは斜めに削ってしまいます。はい。1箇所だけ斜めに落とすことができました。斜めに落としています。この時、線の外側、ここには余裕は必要ありません。白い部分を残しておこうと
する必要はありません。線だけ残っていれば大丈夫です。では他の箇所もやっていきます。はい。片側からだけですが、斜めに落とすことができました。ノコギリを入れた上の方は、パキッと取れてしまいましたが、問題ありません。必要な部分はパキッと取れても残るようになっています。ここまでできたら、ひっくり返して同じく斜めを落とします。はい。裏面も斜めに落とすことができました。では、荒彫りの1、それの工程の3、絵の外側を平らにするをやっていきます。はい。では、この線の、外側を平らにしていきます。使うのはまず平刀です。まずはついていくやり方を説明していきます。彫刻刀の平刀の裏面、こっちが表面、斜めになっている面があるのが表面。その反対側の平らな面を裏面と言います。裏面をこの線の外側の部分、ここに合わせます。この線を消さないように合わせます。はい、この時合わせる位置に余裕は必要ありません。線だけが残るような状態にして合わせます。そしてさっき斜めにした部分をこの斜めの角度、この角度をもっと、角度を倒すような感じでつきます。はい、1回で平らにしようとしないでいいです。この角度をだんだん水平に近づけていくような感じで倒していきます。ある程度角度を倒してこのままいったらこの線を越えてしまうかもしれない、裏面のこの線を越えてしまうかもしれないと怖くなったら木材をひっくり返して同じ箇所の、線の外側に合わせます。こういうふうに。でさっきと同じようにつきます。さっきと同じように角度をだんだん倒すようにしてついていきます。はい、こうやって何回か繰り返していくとここが、だんだん水平のようになっていきます。ここがきれいに水平になったらここが平らになったという証拠です。はい、これでだいたい、お互いの線も越えずにここの削った線もだいたい水平になってるかなと思います。確認するために差し金を当てて、確認してもいいんですが、そこまでしなくてもいいかなと思います。見た目、平らになってて、水平になっていればそれで大丈夫です。では他の箇所もやっていきます。こうやってついて取るのが難しかったり怖いという方はつかないで取るのことも大丈夫です。小刀などを使って、この小刀の刃表を合わせます。合わせる位置はさっきと同じこの線の外側、余裕なくぴったり合わせます。それをこうやって向こう側に押してつなげようとしていく。このやり方でも大丈夫です。である程度やったら反対側からでそれを交互にやっていけば、ついた時と同じようにある程度水平になった、水平になればこれも取れたことになります。ただ最初のうちは慣れないかもしれないですが、ついてやった方が綺麗に早く取れるので、だんだん木彫りに慣れてきたらついてやっていただけたら早いかなと思います。荒彫りの1、正面の余分を取るが済みました。一周ぐるっと回してみます。はい、今こういう状態になっています。それではこの消えてしまった中心線を引き直して、その後側面の余分を取っていきます。はい、それでは正面の余分が取れたので、次に側面の余分を取っていきます。まず、準備として型紙の絵を写していきます。はい、これで型紙を写すことができました。片面を写すことができたら
方向を間違えないように注意して裏面も引いていきます。型紙の絵を写すことができたので、側面の余分を取っていきます。荒彫りの2、側面の余分を取るの工程はこちらになります。はい。これは、荒彫りの1、正面の余分を取るときと全く同じです。それでは入り墨の位置を探っていきます。側面の入り墨はここの1箇所で、ここに2箇所目で、3箇所目がここで、4箇所目はここになります。この4箇所をノコギリ引いていきます。はい、ノコギリを引くことができました。ノコギリを引くことができたら、工程の2、絵の外側を斜めに落としていきます。はい、でこちら側は、栗がここから右側にあるので、こちら側は全くいらない部分になります。こういうところは斜めを引く前に全部、ボトンと取ってしまいます。必要のないところの木目に合わせて平刀の裏面を合わせてついちゃいます。そうするとこういうふうに、バリッと取れます。で、ある程度取れたらひっくり返して同じように必要なところに合わせて取ります。はい、こうすると作業が簡単になります。注意点なのは、この下にノコギリを入れる前にやってしまうと、下までこう同じようにバキッと繊維の割れが入ってしまうので、必ずノコギリで繊維を断ち切ってからつくようにしてください。はい、では、残った余分が少なくなったので斜めを取ります。線の外側の部分を斜めに落とすことができました。では荒彫りの2、工程の3、線の外側、絵の外側の部分を平らに取っていきます。やり方は、正面の時と一緒です。この線の外側の部分に刃裏を合わせて、でそのまま突きます。はい、斜めがだんだん平らになっていくように角度を変えながら突きます。一面ができたら他の面もやっていきます。突くのが難しかったら手に持ちながらもできます。刃裏を合わせて小型でも大丈夫です。はい、側面の余分を取ることができました。はい、正面の余分に続いて側面の余分を取ることができました。一周ぐるっと回してみます。では斜めを取っていくんですが、どのように取っていけばいいのかということを考えながら彫っていかなければいけません。前回の時は、キノコの傘は丸いものなので、この四角形の状態から45度に斜めを落としていきました。この傘もそうですし、幹の部分も45度、すべてが45度を取って完成という形のものでした。今回の栗は
こちら側丸みを帯びている方は45度に落とす。これはキノコと大体同じ掘り方になると思います。反対側栗は片方は丸いですが片方は比較的平らになっています。なのでこちら側は、そのまま、丸く作っていくわけではありません。その辺を意識して形を作っていくといいと思います。小刀や平刀で角を45度に落とします。だいたい45度で片方落としたので反対側も45度で落とします。はい、少しだけこう丸みを出そうと思います。まずはこの角を少しだけ45度に落とします。はい、この丸みを帯びている面から比べるとだいぶ小さく取っておいて、その後、この平らな方、残っているこの平らな面をはい、折りました。少し動画では分かりにくいかもしれませんが、もともとあったこの平らな面で浅く掘った2面で、先ほど少し落とした45度の123のここ平らな方は5面に今なっています。これで、上から見た時の大体の、大まかな形は、これでいいかなという感じがします。あとはこの角を取っていって様子を見るという感じですね。上から比べてみるとやっぱりこの最初に取った45度の角がちょっと少ない気がするのでちょっと広げます。これ見ながら一緒に掘ってくださっている方も掘り足しているから掘るというよりは今手元にあるこの掘っている栗を見ながらその状態を見て足りていないと思ったら掘り足してもうちょっと掘りすぎてるなと思ったらもう触らないようにしてというふうに、今掘っているものを観察しながら掘るかどうかを決めていってほしいと思います。ではこの今掘っていったこの面の並びだけではなくて上の並びや下の並びも掘っていきます。はい、では上の並びからさらに上の面も取ります。はい、では下の面を取ります。まだまだ角立っていますがだんだん栗の形になってきました。では平らな方も作った面の上の面を取ります。はい、はい、下の面を取ります。横から見た時にここの角が立ちすぎているのでここの角を一面落とします。面彫りでいうとこの全体的な形作りはこれでもういいような気がします。ではこの栗の先端の位置が残りすぎているというか不必要な部分が残っているのでここを取ります。この位置ですね。まだここが角張っているのでその角を丸刀で落とします。
簡単に回します。はい。まあ大体の形はこれでいいかなっていう感じがします。とてもシンプルなものなので、このぐらいでいいかなっていう感じがします。もし面彫りで作るとしたら、まあ大体この形で面彫りいいのかなという気がするので、仕上げて切り離して完成というふうにしてください。今回はこのまま面を細めていくので、このまま作業を続けます。面を割っていきます。割る角度は間の角度でいいと思います。はい、5面だった面をさらに1面ずつ割りました。はい、面が細かくなっているのがわかると思います。まだかなりデコボコしているというか、この横の線とかもつながっていないですが、まずは形を出すことを優先して彫っています。今、これは荒彫り、荒彫りなのかな、小彫りなのかなっていう、その中間ぐらいの、段階になっていると思います。こんな感じで、面を割りながら様子を見て形を作っていきます。では裏面も同じようにやっていきます。大体の形はできているので、その面を割っていきます。こういう浅いところはその中間の浅い角度で取ります。今まではこの縦の面を増やしていったりしていましたが、次はこの横から見た時のこういう角のところを取っていきます。やり方は一緒。今ある面の中間の角度で面を増やします。浅くこのくの字を取るような感じで取ります。大きいやつよりも小さいやつの方がいいかもしれないです。まずはこのはい、これで、入り積みになっていたところの角が丸くなりました。はい、反らせてあげるような形にします。だいたいこれで小彫りが済んだかなという感じになります。粗彫りで作った面を細くしていきました。で、形をだいたい出たっていう感じですね。一周ぐるっと回してみます。はい。次はこの面をつなげていきます。この角を落としながら丸く進んでいくという感じです。で今できている面は、太さは特に変えずに同じ太さのまま
面を一つにつなげていきます。中心から上の方は面を通しました。それでは下側もやっていくんですが、この下側はこの台がついていると、仕上げるというか削っていくことができないので、ここで、この栗の場合は台から切り離してしまおうと思います。最初に描いた台の線を残すような形で削っていきます。では先ほどこの中心から上にやったように下側も面をつなげていきます。面を一つの列を並べるような形にしました。ここまでくればもう形作りはだいたいいいかなという気がします。で今、面を列にしましたが、その列にするのが難しいという時には、こういうふうに列とか気にせずに形を作ることを意識しながら、形を整えることを意識しながら、タッチをつけていくように、削っていくのでも大丈夫です。今作ったこの列を太さがバラバラだったりデコボコしたり脈打っていたりするので、それを整えます。平らな綺麗な面で削れた場合、その綺麗な面が2つ並べば、この境界線の角のシルエットは直線になります。今直線じゃないからこういうふうに波打っているわけですね。なのでこの境界線の角がきれいに並ぶようにそれぞれ整えていこうと思います。面を整えました。ちょっとぐるっと回してみます。ちょっと分かりにくいかもしれないですが、面が、一応整えて列になって並んでいます。はい、
並んでいるんですが、やっぱりまだ、面が大きいので角が、目立ちます。なのでこの角を、もう一回ぐらい細めたいと思います。もうこの段階になってくると彫刻刀の切れ味が悪いと、いくらやっても、できませんので、面を細める場合でも、そうですし、タッチで、削っていく場合もそうですが、彫刻刀は常に切れる状態にして作業してください。はい、では、もう一面割りたいと思います。はい、面を細めて、細かくしました。ちょっとぐるっと回してみます。はい、こんな感じになりました。はい、だいぶ、栗っぽくなってるんじゃないかなと思います。はい、面を整えるという意味での仕上げは、これで、完了したかなという感じですね。はい、せっかくなので少しだけ、タッチをつけたり味付けをしたいと思います。はい、栗の実は、この上側とこの基底部のところでちょっと質感が、違います。下の方がなんか硬くて毛羽立っているような、感じになっています。本物の栗の場合ですね。なので、この下の部分を表現するためにちょっと下の部分だけタッチを入れたいと思います。今までつけた面は、気にしないでタッチを入れていきます。はい、基底部にタッチを入れました。光を反射させたら、ちょっと見えるかなぐらいで、あんまり目立たないですが、気持ちなのでね、はい、入れてみました。あとは、こういう風に、これ見本なんですけど、少しだけ丸灯を入れたりして、光を当てた時に影ができるようにしたりも、していいかもしれません。はい、ということで今回はこちらの栗の見ながら惚れる動画を撮らせていただきました。今回の栗は今まで撮った見ながら惚れる動画、前回のキノコを含めてもさらにシンプルで彫りやすい、分かりやすい形かなと思います。これからも簡単に彫れて完成まで持っていけるようなものも動画にしていきたいなと思います。次回はまだ考えていないんですが、シンプルな亀、ほおずきとかそういったものを彫ろうかなと思っています。また、動画にするかどうかわからないんですが、これからは、ちょっと仏像の彫り方の勉強とかも、しようと思っているので、それに関する動画も、出せたら出そうかなと思っています。ということで、今回の動画も最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。チャンネル登録まだの方いらっしゃったらチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。